端に大きいか極端に小さいか。そうかな。そうね。ABC クッキングのレシピにのっとってやってますので、2つとも使いたいと思います。はい、わかりました。じゃーん。今日は生イーストと生イーストを使って、予備発酵からしていきたいと思います。0.25 ラッペンでした。へー、安い。あ、お湯先。こうあ、はい系のやつもらっていい？ごめん。ね、これを何グラム？ 12グラムでいきたいと思います。おお。納豆。これ自体は45グラム。じゃあ。お、すごい。めっちゃすごい。すごいぴったり。でこれをちょっと指発酵しやすいようおに。湯？熱すぎたら死んじゃうのよ。金だけ量は。は70から80。ここら辺まで、細かいと溶けやすいと思います。熱いんじゃない熱そうこれは。熱い。はい、では材料を測っていきます。はこちら 160g 測ります。この今測り終わりました。これを2つに分けます。でこの分けるときは目分量で大丈夫らしい。本当はこれすり切りなんですけども、ちょっともうめんどくさいのでこれで大丈夫です。卵2分の1入れますが、2分の1だいたい卵1個分の量で52g なので、だいたい 26g 入れます。こんなぐらいで大丈夫です。イーストはこんな感じでまだプクプクなってないです。こっちの計量にいきたいと思います。でバターは、15g 入れます。あ、いったいった。よし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 。まあ大丈夫。大丈夫です。で塩は小さじ3分の1。塩。こちら小さじのスプーンで3分の1どれぐらいと言いますと、これちょっと丸いので見た目2分の1ぐらい。ちょっと適当で、なんか塩はそのパンをなんか引き締める効果があるみたいで、これで計量は全部終わりました。Bröckeln Sie als erstes frische Hefe mit den Fingern in eine Schüssel. Geben Sie dann den Zucker dazu und gießen Sie anschließend lauwarme Milch oder Wasser damit. いけそうか。ほんでまあだいたいこんなぐらいで、ひとまとまりになったらまたさらにこいつらを出します。バターそのままで。またこねる時にね、なんていうの、溶けたりするから、こういうのを使って粉に余りが出ないように内側に余っている粉も全部集めます。完全に粉だけはなくならなくても大丈夫です。ではこれをこの台に一気にズドンと出します。あこれでー、消毒済みです。はい。この台にちょっとこすりつけるみたいな感じでおお。一気に、最初はこんな感じでめっちゃベタベタです。
けどこれを繰り返すことによってだんだんね不思議とねまとまってくるんですよね。今はこうバター溶けてたりしてて結構なんかべっちょべちょなんやけど、今度はまとまってきた。なんかこう伸びーんってこうなんか一直線に伸びーんって、あ、そう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 、大丈夫大丈夫それで戻すの。そうそうそう。でそれがねすごいね、なんか全部ちゃんと戻ってくるんだね。うんうん、足りてない勢いよくね、ニョーンってニョーン、うん、早い早い。すごい。全然違う。もうパン屋さんじゃん。全然違う。全然なんか見てください、この手際の良さ。そう、これはなんか縦骨って言います。縦にこねるから、でちょっとまだ柔らかいなと思ってちょっと生地を締めたいなという時は叩き骨といって、下の人大丈夫かな、怒る？全然大丈夫。大丈夫、うん、失礼します。こんな感じで叩くことでちょっと締まってきます。全然もう何回でも叩いてでも戻んない。でも全然ほんまにいろんなとこ方面から叩いてあげた方がいいから、そうほんまにほんまになんかストレス発散になる。そういいね。こんなんでいいの？とりゃそれなのに。結構楽しい。大丈夫？あれ？大丈夫大丈夫。まとめたら一気に解決するから。日本のパンが美味しくないですかみたいな感じで。うん。なんかピンってすごいなんかもう虫殺すみたいな感じの勢いで。お願いします。いい。球技は苦手だから。さあプロなんか伸びが違うもんね。イーストがどんどん育って、あ、でも見えてきてるわ。ちょっとなんか膨らんでるの分かる？なんていうの？ピョンって表面が、みたいな。これがガスです。見える見える。まだそんなにないけど、まだコネが足りないってこと？まだちょっといるな。それかそいつを湯煎にしようかな。それかそいつを湯煎にしようかな。水中湯煎。うん、水中湯煎にしようかな。でっかいボウルに。温泉ぐらいのお湯溜めて、うんそれで小さいボウルにこいつ入れて発酵させるから。そう、こういうところにねガスが溜まります。ガスで、あとねもう一つその見極める方法がこういう風にちょっとユンって伸びてて、さっきまではさ結構トラーンって。そうやったのにこうなんていうの膜が張るというかこんな感じってなってくるともう結構こね上がってきてるって感じです。じゃあイーストは成功したんですね。そうね。よかったで仕上げいってきます。ちょっと張り出させる感じで叩いて、こうあとは両手で包んで、よし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 その V みたいな。叩いてみたい。叩いて3回ぐらいバーンって叩いて、で両手でよし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 嬉しい。なんか手触りめっちゃいいよなんかね、すごい膨らんできてるのがわかる。大切に育ててあげると。すごい。よしよしよし。よしよし。こっち違ったかね。かな、これじゃやったかな。こんなんじゃなかったよね。では一次発酵に移る前にちょっと仕上げていきたいと思います。はい。
これでツルツル美肌になりました。あ、ガスもさっきより全然溜まってます。本当だ。よしで後ろをちょっとつまんであげて、しばし温泉で休憩です。かわいい。 10分おきに様子見たらいいかも。1.5 から2倍にはなるかなって感じ。なりますように。では10分。20分後。誰も発酵が終わりました。イエーイ。パチパチパチ。40分ぐらい？そうね、40分ぐらいやったね。今からフィンガーチェックをします。ほ、あ、いいね。おいいね。こう穴開けて戻ってこなかったら一次発酵が完了です。いっぱいガスが溜まっているので優しくガスを抜いてあげます。これめっちゃ気持ちいいです。どうぞ。なんかいいでしょ。なんか動物みたい。動物。生地が机につくといけないので机に打ちこうして出してあげます。で、はい、290g になりました。割る6は48くらい。ありがとう。すごいな。間違ってたらちょっとかっこ悪いからちょっと待ってね。48.3。1から2グラム差ぐらいは大丈夫なので、これで思いっきり切って、でこの切ったやつをこういう風にお団子のように丸めてあげます。美味しい。いいんじゃない？こういう感じ。そんな感じで OK です。かわいい美肌です。前にすごい毎回ぴったりします。なんて言ってんやろ。ごめん。なんかまあ例えばこうつるんつるん。コーンの水気を取ります。ベーコンとマヨネーズ 30g 混ぜたものです。混ぜてないわまだ。こういう感じなのね。なんか全部別々にね、乗っけるのかと思った。で塩コショウと振って。さーって入る。こんなもんかな。おいごしょう。おいごしょう。まずこっちを上にして置いてあげます。でちょっとまた溜まっている空気を優しく抜いてあげて丸くします。で巻いて、こんな感じで餃子的な。この巻き終わりが上に出ちゃってたらなんかまたこうピリッと剥がれちゃうから巻き終わりは下に入れてあげてこんな感じです。はい。
で結構ねそう膨らむのよ。だからなんかちょっと上教えあちょっと違う上押さえてあげると、うんで後でグーも乗せるから、まあ、平たい方がいいかな。これでいいの？うんよしはいじゃん。いい感じ。あゆみちゃんそんなぐらいでいいかも。めっちゃなんかヘビみたいな。どうしよう、なんかやりすぎた。大丈夫大丈夫。あ、でもいい感じ。うん最後グー乗せ良さそう。下に入れてあげて。どういく？どういきますか？意外と乗るかもよ。おお。うんうんうん。いってらっしゃい。いってらっしゃい。そしてとりあえず15分で様子見たいと思います。できました。やったー。イエー美味しイ。どうですか？おいしいです。めっちゃ美味しい。生地がふわふわしてて。うん。ね、なんかね、スイスではこういうパンは売ってないので、なんか久しぶりに食べて美味しいです。うんうんうん。また日本から帰ってきて2週間ぐらい。めっちゃ美味しい。伝わる？ふわふわ。なんか日本のランチセットみたいな。うん。パン屋さんの本当に美味しいなんか